皆さんこんにちは。アンの茶道生活へようこそ。このチャンネルでは茶道を通して美しき日本、そして一話に込められたお茶の世界を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。本日は3月にもご紹介した茶半釜の茶事をさらにカジュアルにしたバージョンです。3月の茶半釜では私は水屋で裏方の準備を担当していましたが、今回は亭主として茶室に入ってお客様をもてなします。場所は友人のお宅。つくばいや外腰掛け、水屋はありませんが、炉を切った茶室と長年収集された素晴らしいお道具が揃っています。教本のような形にはこだわらず、床の間にかけさせていただいた一期一会の気持ちで、今できる最高のおもてなしを心がけていきたいと思います。それでは早速見てまいりましょう。1階の茶室の隣のリビングを寄り付きにし、到着されたばかりのお客様にはこちらで身支度を整え、左右で一息ついていただきます。私は2階にある台所で懐石料理の仕上げに入ります。おとといの夕方買い物に行き、旬の食材を手に取りながら調理方法や味付け、彩りなどを考慮し、メニューを組み立てていきました。事前に作れるものは自宅で作り、ここでは向こう漬けとなる島味の昆布締めを切ったり、焼き物のサワラのウニ焼きを焼いたり、8寸でお出しするホタテのあられ揚げを揚げていきます。この家の台所が2階にある関係で、椀のものと8寸、香のもの以外はこのように重箱に収めることにしました。ホタテのあられ揚げと吹きの青煮は8寸のお皿に盛り付けます。香のものも彩りよく盛り付けました。さて、お客様の席入りの時間となりました。私も茶室に入って皆さんにご挨拶をいたします。皆様本日お越しいただきありがとうございます。今日は皆様とご一緒に美味しいお料理とお茶とお菓子を楽しませていただきます。ではまず所摘み出前から。茶半釜の茶事はお客様の目の前でご飯を炊き上げるため、いつもより下火となる炭も多く入れてます。皆さんも近寄って炭を継ぐ様子をご覧になられます。たっぷりと炭が入りました。この後ご飯を炊き、汁や鍋を温めるので、いつも以上に炭が必要です。釜にお米を入れていき、天井から吊る下げられた鎖に釜をかけていきます。3月から4月はこの吊り釜が季節の移ろいを感じる一つの風景となっています。火吹き竹で風を送り、火を起こしていきます。子供の時以来って感じ。火花がパチパチとなり、お客様からは昔を懐かしむ声が聞こえてきました。いいわ、いい音だ。ご飯が炊き上がるまでの間、お客様には花と花入れを用意しましたので、しばらく遊んでいただきます。今朝ここのお庭から摘まれたお花たち、どなたに選ばれていくのでしょう。楽しみです。釜の湯が吹きこぼれてきました。ここで火力調整に鎖を上げていきます。ガス火に例えると弱火にするイメージです。茶室内にご飯のいい香りが立ち込めてきました。そろそろ炊き上がった様子です。鎖から釜を下ろしていきます。美味しく炊けたかな。ワクワクしながら釜の蓋を開けていきます。いい感じです。炊きたての粘り気のあるご飯を飯碗によそい、その後炉で温められた汁もお出しします。続けて手記と手杯を持ってお正客から一人ずつお酒をついで回ります。いただきます。皆様が箸を進めている間、私は炉の前に戻り、鍋の食材を碗に取り分けていきます。4月初旬とはいえ、
今日は少し暖かいので、鍋物はエビの心状にお野菜をたっぷり添えました。2本目のお酒をお客様に勧めます。8寸を持ち出し、濃いものの碗の蓋に取り分けていきます。最後に香の物と湯糖をお客様に預けて私は下がります。お客様が箸を落として懐席の終了となりました。続けておもがしをお出しします。まあ綺麗な色ですね。練り切りあんで作った手まりです。お菓子をお召しになりましたら、席を改めますので、お隣の部屋でどうぞおくつろぎくださいませとお声かけします。さあ、ここから御座の準備です。床の間の掛け軸を外して、皆さんが入れられたお花をしつらいます。お濃茶で使う道具も整いました。濃茶の糖と半糖は友人夫婦が行います。夫婦で同じ趣味を持たれるってなんだか羨ましいです。このチャンネルでは初めての男性のお手前。茶道はもともと男性社会の心得。戦国時代においては戦いの間にも時間を作っては精神を癒すために茶の湯が行われていました。明治時代、茶の湯を支えたのは政財界の数寄者と言われる方々です。女性が茶道をたしなむようになったのは明治に入ってから、女学校の教養科目に茶道が組み込まれてからだそうです。皆さんが楽しみにされていた一服が出されました。お口に合うことを願います。さあ、お道具の拝見です。濃茶は茶事のメインイベントなので、本日いらした歴史や骨董に詳しいお客様に楽しんでいただけるよう、お道具の取り合わせに気を配りました。茶事のクライマックスである濃茶の席が終わり、薄茶を差し上げます。ここで私が当を務めます。まずはお楽にどうぞという意味合いで、タバコ本と座布団をお出しします。そして東を出してお茶を立てていきます。皆さんもリラックスして話が弾みます。お茶師の雰囲気は好きだけど、勝手がわからないから今まで遠慮してたわ。今日は素直に楽しめた。と嬉しいお言葉。せっかくですので、お客様にも一服立てていただき、私がそれを頂戴します。こんな和やかな雰囲気、私が目指す茶の湯です。茶道未経験者のお客様にも、楽しい、美味しい、居心地がいいと感じてもらえること。ルールを押し付けるのではなく、こちらから率先してさりげない合図を送り、自然の流れの中で楽しんでいただけるよう心がけてまいります。皆さんいかがでしたでしょうか。今後も定期的に茶道未経験者の方向けに茶事を開催して、日本の生活文化である茶の湯の世界を案内してまいります。また今回の茶事でお出ししたお料理の一部やおもがしの手まりの作り方は別の動画でご紹介させていただきます。ご興味のある方は概要欄をご覧ください。そしてよろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。